お米が5キロ5800円のはずなんだけど、2000円という株主優待で修正してないまま、で、優待欲しい人、投資家がなだれ込んで株価がバカ上がりするっていうシナリオ。前回の動画を見てみたんですけどね。で、この DMG も京成電鉄、ほら、400株買うって言ったじゃないですか。やっぱりこう宣言通り買って、利益めっちゃ出たんですよね。試験的にほんのちょっとだけって400株買ったんだけど、いや、こんなに上がるんだねっていう。DMG 森世紀に関しては動画を紹介したのがここの矢印の部分なんだけど、で、そこからね、ボフってこんな 13% だったっけ上がって、そんな上がるのは予想してなかったなって。こんな数%だけ利益出てればいいなって、僕そんな大胆に攻めるタイプじゃないんでって。で、宣言通りに200株買って、上のところで買ったんだよね、その日。髭の下のところでね。で、次の日も上がるっていうのももう分かってた。ちゃんと上がるって分析してて、そういうの動画にもこういう結論なるっていうのを知ってた。評価してた。ということで、指し値とアルゴリズムを2つに分かれて、こう注文したから、こう2つの丸に分かれてるんだよね。約定したところが。で、初めて、アルゴリズムの方がパフォーマンスを指し値より上回ってきたから、いや、やっぱこう、アルゴリズムだよねって、見てなくても勝手に自動修正してくれる、上値修正してくれるのがやっぱこれだよねって。で、先々週が大福、動画を投稿したのがこの矢印の部分。で、ここから誰か見てんのかっていうぐらい、機関投資家お前見てるやろって、なんだこのタイミングはって思っちゃうよね。で、上がって、で、もう高かったかなと、ちょっと心配その時したけど、上がるとも分かってたんで、需要と供給のバランス的にね。で、1日もその翌日、何万円だったかな ?4 万円くらい利益出たって言ってたよね。で、現在のところはこんな86,266円が1週間で利益出たと。いう感じ。すごく素晴らしい。思い通りになって超絶気持ちいいっていうこの感じってすごいよねっていう。投資チャンネルでこんな具体的なアクションプランを提唱して、で、有益なコンテンツを作れて僕は満足って思ってて、で、他のチャンネルっていうのはね、僕見るんで最近見なくなっちゃったんだよね。自分で分析するわって思って、ニュース読んで決算資料読むだけ。これが決算良かったです。だから期待できるよね。とか、笑っちゃうよね。で、そういうね、読むだけのチャンネルの方が再生されて評価されてるってことに、僕はめちゃくちゃ憤りっていうのを感じるんだけど、僕が、利益出てるんで、我慢できる。僕が利益を出すことを研究するっていうチャンネルっていうのが目的。だから、目的は実行できてると。で、このチャンネルを見てね、僕より買ってるっていう人がいて、10万円儲けたって言ってね、コミュニティに入った人がいるんですよね。それはそうだよね。毎月5000円で10万とか、数万円の利益出るんだったら錬金術じゃんって思っちゃうし、いや、絶対安くなるように設定してるんですよね。で、メールしてきた人もいるんですよね。いろんなところからとか、で、それでね、数十万利益出たとか、100万利益できましたとかね、この動画の要約を話していきます。価格ってめちゃくちゃ高くなってますよね。僕はね、実家暮らしでパパとかママにとかに買ってもらってるんですけど、実際に値段をね、買ってきてってお使い頼まれて行った時に、あれこんな高かったっけって思っちゃいますね。5キロが、5280円。全国、お米の価格が高騰してね、世間を騒がしてる。で、これを株主優待で2000円相当って思って配ってる企業がいる。それが、これ、堺引越センター、お米騒動、一時的な問題と僕も思っていたので、株主優待を修正しないでいた気持ちっていうのはすごくわかるんですよね。お米はすでに投資家が株主優待目当てで出来高を賑わせてる状態。見てください、ほら。出来高が上がってるじゃないですか。で、この内訳を見てね、ちゃんと分析して、本当にこれはエントリーしていっていいかというのも見ていく。もちろん値上がり益とセットでエントリーしていく。株価の上昇と優待のゲットの両方を狙えるから面白い状況と。あとはクラス取引と優待の戦略。この銘柄では信用売りと信用買いを同時に仕掛ける。クロス優待取引っていうのが活発に行われている。その実績の数字として目で確認ができます。目視で。クロス取引の仕組み、ほら、信用買いと信用売りを同時に立てる。そうすると、値動きの影響を受けない。現物買いか。利益確定までポジションを維持して、で、優待を確定させる。権利確定後に決済を、現物渡しっていうかな。そういうので回収させて、売買の損益っていうのをゼロにするっていうことができる。これを活用すれば、株価のリスクなしで、優待を取得することができるんですよね。これは今どういう状況かっていうと、売り勢力の撤退、買い戻しが進行しているっていうところ、空売りを仕掛けてきた機関投資家が、下落の余地が少ないって判断して買い戻しを進めている。これより売り圧力が大きく減少していくだろうなと見込まれると。そうすると短期投資家の買いが参入して、信用概算が
増加しているんですよね。短期勢のトレーダーが惜しみ買いを開始している。だからほら見てください。内側の5日の平均線より信用買いが増加している。これは株価上昇の兆しと、よくあるパターンです。今までこれが、このチャンネルを見てる人は、このパターンね、みたいな。需要が買い優勢に転換してるっていうことなんですよ。チャートを見ても面白いよね。需給が買い優勢に転換している。これまで売り圧力が減少して短期的な上昇が期待できるフェーズに入ってきたという感じがこの動画の概要です。じゃあ早速ね、説明していこう。証券番号7240 NOK。この株価の変動と投資の心理。与える情報。2月5日大引け後に連結営業利益は前年同期比比べて 36.3% 増の413億円に拡大した。これってだいぶ昔なんだけど、グラフを見ればわかる。NOK の決算発表後、株価っていうのは 65.5 円。急にね、3% ぐらい上昇したんですよ。なんだけど、市場が決算内容を交換した結果、こんな感じでグイってめちゃくちゃ2565円のピークが上がって、もっと上がっていくと投資家は思ったんですけど、そこから上髭っていうのをつけて大きく強烈な下げを食らわせるのがあるんだよね。経常利益の大幅な増益っていうのがいいところ。あとはスマートフォン向けの販売が想定を超える見込みっていうのと、決算内容では増配の維持、年間配当100円を予想したということ。これらの要因から市場っていうのは NOK の業績改善が今後も続くということで、買いが優勢となったし、今後も継続するはずだったんですよね。の業績や情報修正が発表されたため、投資家が一斉に買いに走った。こういうのが、ここの出来高とグラフが連動してわかるよね。人気になったんだ、買いたいと思った人が多くなったんだってね。で、一方的に一時的に短期勢トレーダー、買いが集中して株価が急上昇したから。ただ、じゃあその時の、2月6日のね、時点の時まで、投資家の心理っていうのは、決算が良かったからね、もうしばらくって上がるだろうなって、僕でも思うし、短期で利益取れるかも。決算も良かったし、今までほら、2月17日から上昇トレンドだったから、これ続くよねって、僕でも思う。現物買いが増加した。その結果ね、適当他もこんな上がって、もっと続くのではって、ね、先々週とか、先週の森世紀みたいなバクというパターン。でもこれが長く続かなかったっていうね、僕もね、ワンチャンこういうのあると思うんですよね。だからちゃんと気をつけて。その時は、この段階ではね、市場全体がポジティブなセンチメントっていうのを取っていました。ポジション。でも予想外のことっていうのは起きる。機関投資家が空売りを仕掛けることで上昇を抑えた。2月6日の急騰後、株価は徐々に落下していった。これは空売りの比率の推移を見るとわかる。2月下旬にかけて空売りの比率っていうのは急上した。ピークなんだよね。それが 40% から 50%。これは参考になるよ、めちゃくちゃ。これにより株価が押し下げられた。機関投資家による渾身の全力の売りっていうのが見事に成功した。おめでとうございます。この機関投資家による力っていうのは非常に優秀で、思惑通りのことがやれているっていうのが過去の事例からも分かりました。ということで、この機関投資家によってこの株価が決定されているっていう、それにこういう兆候に対して個人投資家もついていくっていう同じことを合わせる喧嘩しないっていうかな。あうんの呼吸をして連携が取れている。こんな協調性のある銘柄があるから、このボラティリティっていうのは普段低くなってる。だから分析しやすい銘柄だったかなって思う。それに加えて、僕がほらこの NOK っていうのは自動車の部品の会社で、僕がね、機械工学大学っていうのを出身で、トヨタのエンジニアやってたから、やっぱ技術の面では詳しいし、すごく個人家の反応としては、信用外の個人投資家はね、ほら僕みたいなそういう短期勢いつもの通り、こんな感じで下がってもらったら思ったほど上がらないなっていう、もちろん損切りの対象になるじゃないですか。っていうのが徐々に損切りして、結構ダラダラして、どうしようもなく下がったところで、売却したっていう人もいるでしょうね。そんな感じで売り圧力っていうのは徐々に強くなっていった機関投資家の思惑通り、結果として、売りと個人家の投げ売りでトレンドが形成されてしまったっていう、業績もあんな良かったのに、で、配当も何%だったっけ？配当も 4.26% ってすごいよね。でも絶対個人年金で一生持っときたいわっていうような業績と、配当、機関投資家が空売りを仕掛けることによって、
個人投資家の投げ売りを誘発して下げトレンドを強めたっていう機関投資家がみんなを先導して株価を形成してるいい例です。まあ時価総額が台本と違うことを言うけど、時価総額は464億円っていうから程よく大きくもなく小さくもなくっていうから、ある程度機関投資家がコントロールしやすいんでしょうね、めちゃくちゃ。影響力が大きい。何兆とかになってくると、機関投資家が一個の機関投資家じゃあんまり動かせない状況になってくるからっていうのがよくこれまでのね、数週間の分析で分かってきた。はい。その次の日、3月、これは底値だね。空売りの比率がピークになってました。機関投資家の空売りの圧力っていうのが最大化した。もうここでこれ以上、こんなもんか、みたいな感じなのかなこれ。52.3 とか。で、信用外の個人投資家が損切りを完了して、売りが一巡したっていうこともあった。つまり、個人投資家、これ以上はもう下がらんだろう。だってほら、見て、このグラフを見てもね、チャートを見ても、下の見ても、トレンドライン、下のところボトムが決まってるじゃない ?1 月17、2245円とか、2206円の11月18日、下の絵をどんどん切り上げていってるんですよね。これはもう、そろそろ上に何回か来ると上にブレイクしてしまう。だからみんなは機関投資家の売りっていうのはそろそろ終わるんじゃないかな。おしみ買いのチャンスかなっていう、これから現物買いで初心者が入りたいというような状況でもあるしね。市場のポジションっていうのが徐々に中立から強気に変わる兆候が見え始めました。面白いよね。物語読んでるみたいで。紙芝居みたいで。はい、じゃあ次のページ行きましょう。3月7日、株価が転換した。2347円。一番直近のね、売買の内訳表。これが大事なんで、一緒に表示させると、機関投資家の空売りポジションの回収が進んでいるっていうのがわかります。空売りした機関投資家が買い戻して、それ株価の上昇要因。これもほら、今まで話してきた通りに、機関投資家によって先導されてきて、個人投資家がそれに合わせて、あうんの呼吸で合わせていたっていう。まあ、そういう自動車関係って古い産業、成熟産業なので、割とね、決まり事っていうのがあるんですよね。こういう時はこうするみたいな。誰に合わせろ、誰が上だみたいなのがあるんですよね。それと比べてなんかエニカラーとか、VTuber の新しくできたのは本当に秩序がないなって思って向いてないなと思いました。僕からすると。で、信用取引の推移。これは信用買いの新規のポジションが増加しているよね。つまり短期勢が買い始めている。まあ僕も買いたいって思ったしね。信用売りの返済も進んでいました。投資家の心理としては、機関投資家の空売りが減ってるから上がるかもっていうのと、短期で2500円。もうこれ超えるでしょうって思うよね。売られすぎだから買い戻そうっていうような機関投資家。そういう個人投資家もいる。機関投資家の空売りの解消、プラス、機関投資家の短期税の買いっていうことで反転して上昇トレンドが形成されつつあると。なかなかね。いや、短期的には1、2週間の上昇のトレンドのシナリオとなる。機関投資家の空売りのポジションが減少して買い戻し圧力が継続する。短期税の資金の流入が増加したっていうこと。じゃあ、上値の目標値はどれくらいになるか。2500円突破の可能性。2450円からそこ2500円の時に売り圧力に注意。まあ僕だって利益確定するしね。テスタさんもそうだけど、分割で買って、で、利益確定するタイミングもね、分けていくんですよね。それを見習って僕は2分割にしています。アルゴリズムもうまく調整して AI による計算っていうのができるようになってきた。直近のパフォーマンスが初めてアルゴリズムの方が指し値を上回ってきた。ということで、やっぱ計算しないとそこまでいかないよね。まあ注意点かな。再び機関投資家から売りを増やす可能性っていうのはもちろんあるし、2500円を超えた場合、出来高が減少すると短期的に調整が入るよね。モニターを一日中見れない人とか、まあ僕みたいにいつも15時に起きるっていう人は、アルゴリズムの注文が利益を最大にできるし、損切りするし、利益を損失、リスクっていうのを最小にして、利益を最大に伸ばすことができる。それがアルゴリズムの注文。結構僕を見て疑問を持ったりとか質問したいんだなっていうのが新しくコミュニティに入った人の話を聞いて思ったね。結論、3月4日に機関投資家の売りがピークに達して7日から上昇に転じた。今後 1,2 週間は短期的な上昇トレンドとなり2500円突破の可能性があるなと僕は思う。まあそれはチャット GPT もそう意見は一緒です。機関投資家のサイドの空売りには警戒しつつトレンドの転換のサインを見極めることが重要。AI で分析するっていう人がね、コミュニティにいて、僕の影響を受けて、チャット GPT 株価上がる銘柄を検索しようとかね、言う人、結構増えてるみたいですね。しかし、AI でこの分析をパクろとか、そういうのは無理に設計されています。
やっぱりプロンプトの設定の仕方とか、どこを聞けばいいかっていうの、あとは正しい答えを出すためには、正しい言語を入力しないといけない。勝手にが文字を生成してくれるから、日本語勉強しなくていいかっていうと、そうではなくて、やっぱり部下に働いてもらうには、社員に働いてもらうためには、上司が優秀で正しく伝える必要がある。ということは、余計チャット G を使うからには、扱う人が文章能力を高める必要がある。正しく指示を出す必要があるんですよ。これは本一冊読むくらいはしないとダメですね。専門書一冊ぐらい。そう、DMG 森世紀っていう単ですよね。ねえ、この時ね、数百万とか仕込んでたらすごい値段だったよね。23% ボって上がるって、大学といい、森世紀といい。次もどう上がるので、先週のメンバーが、2名増えました。1、2、3、4、5、5人だね、今。その人、新しく入ってきたっていうのは、人はチャンネルを見て10万円利益出せましたっていうことで、5000円くらいだったら入ろうかなっていうことでした。その中にも、他にも50万円利益が出せたとか、そういう実績報告を受けたので、やっぱり会員費用5000円っていうのは、安いよねって思うっていう、なってるよね、実績として。5000円で個別銘柄の質問ができるし、チャット GPT のプロンプトの参考になるから、そう、100人と話すっていうのは僕の時間がなくなっちゃうので、だから上限を10人ってしてるんですよね。だから、残りは5人。平均年齢は50歳以上です。若い女の子いるといいんだけど、一向にモテない。そんなことは置いといて。こんな感じで、中にはね、コンビニの振り込みがわからなくて、とか、どうやったら入れるのみたいな、そういう人が、そういうメッセージをよくいただくんですよね。で、ステータスを見ると、フォローだけは、無料でできるんで、フォローっていう人がいるんで、予備軍を含めると、13か。養育チャンネルとか書いてあって、僕もどういうチャンネルか見ちゃいましたよ。ちゃんと YouTube チャンネルあるんだよね。小春さんとお話ししたいなっていう人はいるので、コンビニ払いというよりもクレジット払いが買い物と同じみたいで、簡単なんですよね。一瞬で終わっちゃうし。投資家の心理と売買の動向。僕の解釈っていうかな。信用の新規買いが増加して短期的な押し目買いが入ってきてるっていうのは、さっき話した信用売り、緑の部分のとか青いところ、水色とか、売りポジション解消、買い戻しっていうのは進行中。ピークのところから明らかに割合は下がっている。高い時は 53% とかありましたからね。で、もっとさらに減少していくし、早くね、機関投資家は引かないと。4月、4月とかになってくると、配当金相当のものを空売りだと払わないといけないからね。空売りの下限値っていうのは、これまで3月6日の 21.3%。おそらくここまでは下がるのかなと。空売りの比率をこれ以上下回ると、売り圧力が大幅に低下して、買い戻しによる上昇トレンドが強くなる。戦略としてはどうすればいいかな。空売りの比率 25% 以下に下がった場合は上昇トレンドが強まって、2500円っていうのは容易に突破していく。機関投資家によって、このチャートは支配されていて、個人投資家もあうんの呼吸で合わせてくるから。で、空売りの比率っていうのは再び 35%、40% 以上に戻った場合は、機関投資家の売り圧力が高まって調整の可能性だよね。あとは、そうだな、出来高の変化。3月7日の出来高が67万3200株。5日の平均の約 1.8 倍。それか活発的な取引。3月4日の取引、株価の底値のうち時点で出来高が急増している。トレンドが転換するときには、膨大な力っていうのが必要だ。だから、出来高がこれだけ高まったっていうことは、新規参入者が多い。株買いたいなっていう。参入するためにはまず買うことから始まるから、売り抜けてくるやつより買って参入するやつが多いから、株価っていうのは上がっていくよねっていうのがこのグラフになってるよね。ポイントとして、これまでの下げトレンドに対する買い戻しが入っていて、短期的な反発が期待できるっていう、これから利益を出すためにね、楽しみだな。投資心理の考察、みんながどう思ってるかだね。短期投資家、僕とか、もうちょっと短期で済まして、デイトレーダー、個人投資家の動きとしては、信用買いが増加しているから、短期の押し目買いの投資家が多い。まだまだこれから上がるっていうところ、3月4日の安値で出来高が急増しているっていうことは、そこで参加者もたくさんいるっていう感じだよね。そこで買いを意識した動きがある。だったら、他に機関投資家が信用買いをやってるのかもしれないしね。
ここはまあ、憶測に過ぎない。で、3月7日に反発したことで短期上昇トレンドの発生。ね、またこう下がるだろうみたいな、さらに大きい力が必要だから、そういう投資家が増えてきている。機関投資家の戦略か、空売りの比率の減少、3月4日の株価2257円の時点で空売りの比率がピークを迎えた。その後、空売りが減少した。これは、機関投資家が売りのポジションの解消している、買い戻しを始めたっていうことを示唆している。だろうなとかじゃなくて、完全に数字で見てわかる実績。数字なんで。なんで、他のチャンネルのなんとかしてるんじゃないかなとか、もうそういうの大っ嫌いなんだよね。感想ですよねっていう。限界まで分析してほしいって。影響としては、空売りの買い戻しが進むと、需給のバランスが買い戻し、優勢になってきてる状態になってんだよね。で、株価が上昇が続いていくのではあって、ポイントとしては、機関投資家の買い戻しがトリガーとなって、短期トレーダーが追尾する形で買いが増加する。まあ、まさしく僕だ。空売りの比率が減少する過程で、短期的な株価上昇が見込まれるって機関投資家は思っている。あと、さっきも言ったみたいに配当利回りが 4.26% は長期投資家にとって魅力的。スマホ関連の事業が伸びているため、業績が安定すれば株価も底堅い動きを継続していく。さらにもっともっと分析することができて、信用売り残が大きく減少していて、下げ圧力っていうのが不在になっている。株価上値。なるほど。今まで信用売りしてたやつが信用買いとか株価上げに寝返ってるっていう状態。信用売り残が大幅に減少している。機関投資家の売りポジション解消が進行している。空売りしていた投資家が買い戻しをして、需給バランスが買い優勢に変化している。っていうのは、まあ、ここでもわかるね。信用売りっていうのがやっぱすごく少ないから、さすがにね、もうこれから下がるっていうようなバカはいないね。N 株式会社の不動株、固定株、外国資本の割合に関する具体的な数字っていうのは公表されていなかった。情報からは確認ができなかったんですよね。どこ調べてもね。なんかこう、目隠しされてるみたいで嫌だなって。株価のその特徴とか、誰が牛耳ってるのかって、あんまりわからないっていうかね、横は槍を入れられる可能性もあるしね。ね、鎧の兜を被ったと思ったら、腹渡っていうかな、横っ腹のところがちょっと穴開いてたとか最悪だからね。しかし、というかな。なんでこれね、情報を守るか。株主構成に関する詳細な情報っていうのは、競合の他社とか市場者関係に対して戦略的な情報となる可能性があるため、企業の競争力っていうのを維持されるために非公開っていうのができるみたいですね。そんなのね、信用の扱いとなるんだけどな。まあね、でもね、驚くべきことっていうのは、チャット GPT っていうのは過去の公開情報から憶測ができるっていうところ。これからの金持ちは AI を使わないと貧乏になるのかもね。すごいよね。これらのデータから全体の 61% が固定株であると推測できます。計算すごいわ。投資戦略への活用。もちろんこういうので、投資戦略の活用するそこを見ていない投資家っていうのは、やっぱこう、まだまだ初心者だと思う。株価変動が大きいっていうのは、不動株 40% 以上が売買の対象かな。不動株って普通は10とか20とかなんだけど、めちゃくちゃ大きい。一方で、外国の資本の売買っていうのは、比較的少ない、5% から 10% ため、海外勢の影響っていうのは限定的だから、為替とかの心配はしなくていいよね。横からの殴り込み、この前、先週話したみたいな、影響は考慮しなくてもいいっていうこと。結論としては、NO 株式市場における変動要因の多くは 40%、45% の不動株の動きによって決まるっていう。これは、機関投資家の売買よりも、個人投資家や個人投資家や短期勢の、動向に左右されやすい銘柄っていう分析っていうかな、力加減、内訳、技法のね、なるんだよね。でも、やっぱりこう、きっかけっていう投資家による売り圧力っていうタイミングなんだよね。正直言って株価を操作する有権者が、このチャンネルを見てるのかなとも思った。AI に聞いたら、そんなことはないよって。仮にチャンネル登録者数全員がこの株を買ったとしても、そんなに株価は動かないよ、限定的だよっていうので、安心かな。そのため、出来高の急増とか、信用取引の増加がトレンドの転換のシグナルとなりやすい。つまり、蓋を開けてみてみると、個人投資家により株価っていうのは形成されているけど、きっかけっていうのは機関投資家によって行われてるっていうのが分かったね。めちゃくちゃ分析だけど、ここまでする人いないよね。個別銘柄のニュース材料に対して、この銘柄のね、ニュースに対して、相場の影響が加算されるのか、減算されるのか、騰落レシオを活用した市場の影響の分析、銘柄分析のニュースに対して、騰落レシオってそもそも何なのか、
騰落の嬉しを、市場の過熱感、冷え込みを示す指標の一つ、値上がりの銘柄と値下がりの銘柄の比率を用いて、市場全体の弱さ、強さっていうのを測る。騰落の嬉しをは、100を超えると過熱変わりすぎ、100未満だと冷え込み、売られすぎっていう。で、市場が過熱していると、主なニュースがさらに強く左右されるっていう、同じ方向を向いている。マラソンで走っている時に追い風が吹いているとか、ゴルフでスイングショットをひょっとしたら、追い風が吹いてさらに遠くへ飛ぶ。で、現在の騰落レシオ、100前後で推移していて、市場全体としては均衡状態にある。個別銘柄のニュースがつまり、直接的に影響しやすいっていう環境。個別銘柄の影響、市場全体では加算も減算もされにくい。騰落レシオが 90% を下回ると、ポジティブなニュースでも株価の反応が鈍くなる。アゲンストの風が吹いているっていうね。120% を超えると過熱感、買い圧力が強まって、大きく株価を動かす。現在の騰落レシオっていうのは100前後で、個別ニュースの影響が純粋に株価に反映されやすい環境になってるから、なんていうかな、僕としてはすごく分析しやすい。まとめ言うと、市場全体が過熱でもなく冷え込みでもないため、個別の好材料とか圧縮材料の影響はストレートに反映されるっていう。次、最終段階アルゴリズム注文。投資戦略だ。基準設定。2400円の逆差し値設定。現在の株価が2347。損切りのラインは 93%、2232円。トレーディングの目標が 103%、以下省略。この設定は短期スイングトレードとか、アルゴリズムの注文を利用した利益確定、損切りっていうのは徹底する戦略であることがわかる。価格変動を計算して、ボラティリティに基づいた利益決定と損切りの水準が設定されていると。で、損切りのラインが2232円。これは適切。過去30日の1日あたりのボラティリティが 1.46% であるため、通常の変動範囲を考慮すると 5% が 7% の損切りラインは妥当である。しかし、ボラティリティが上昇すると、損切りのラインに達成する可能性が高くなるため、市場環境によって柔軟に対応すべきっていう。僕はそういうのはね、日中起きてないからね。トレーディングの目標は、3%。これはやや保守的という評価。もうちょっと幅広く取ってもいいんじゃないかと思うけど、僕はそれで大きく利益を落とすのが怖いっていうのと、そんなに引っ張らなくてもいい数%の利益出せばいいなと思うので、この設定かな。なんで、割と僕は保守的なんですよね。チャット GPT からは保守的すぎるから 3% でもいいんじゃないか、もっと取ってもいいんじゃないのって言われる。トレーディングストップ、これ 2.92%。だからやや狭い。ボラティリティがもっと大きくなるんじゃないの。やや狭いって言われてる。これは合理的だけど、相場の急投資には利益を伸ばせない可能性があるって言うけど、大丈夫、もう見逃すつもり。確かに狭いかもしれないけど、勢いがあるからね。確かにレンジ相場だったら、このアルゴリズムは設定しないよ。このアルゴリズムは短期的にボラティリティを活用して、一定の範囲でトレードする設計になっている。いかがでしたかな？これまで本格的に利益を導入するということで、2400円。で、普通の200。で、アルゴリズムで200、400株買うってことなんで、資金倍だね。太陽圏2倍だ。2倍なんだ。本格的にね。いやー、怖いよね。じゃあ次の銘柄行きましょうか。概要であった、証券番号9039の堺引越センター。優待の内容がね、めちゃくちゃすごいので、みんな欲しいんだろうなーっていうのが思って、それは感想で、買ってるやついたな、いるなーっていう。いやー、僕のいいところっていうかな、好きなところはちゃんと数字で、こんな感じなんだっていうところ。お米の高騰について、内で高騰っていうのが、騒がれていて、で、そんで見てみると、5280円。高っ。なんでこんな高いのって、毎年そんな安定して生産してるでしょ。なんで不作とかあるのって、蓄えたやつ、なんで国蓄えてばっかりじゃないって、放出しろよって、高くの前に放出しろよって農協が上げてね、単価上げて、結局、その中間手数料とか、業者が儲かって、まるでお米がね、金の価格みたいな、為替の影響みたいな、そんな感じで、株価みたいに連動するようになっちゃったよね。もっと安定してほしい。はい。それはさておき、優待があって、優待普段僕ね、紹介しないんだよね。そんなの持ってる以前に、キャピタルでゲイン、値上がり益で稼いだ方が早いわ。1年待ってられんわって思っちゃう派なんで。でもね、
これで上がってるんですよ。3月の時点で100株以上保有する株主に、いずれのものを選択するのは可能で、岩手県産の一目惚れお米が5キロ、それか、クオカード2000円分。それか、なんていうのこれ。なんとか市世界遺産保安活用推薦基金への寄付。クオカード2000円より、お米5キロ5800円じゃんね。絶対お米だよね。あともう一つで、300株以上の保有で、一目惚れ5キロ。それか、まあ同じやつだね。で、だけは、300株必要で、信用売りと現物買いする。つまり、優待クロスする人にとっては、まあ、この価格でしょ？現物買いの資金が70万4000円。信用買いの証拠金が21万から28万円。だから、合計金額は91万98万円くらいだから、安全に取引するんだったら、証拠金の変動を考慮しても100万円以上っていうことなんだよね。追加のコストとしては、貸株料とか逆皮膚っていうのがかかったりする。一般信用取引だったら、手数料のみで、信用制度取引の時に逆皮膚っていうのは発生するみたいだね。僕は払ったことないですけど、ちなみにね、僕が使ってる楽天証券とか、SBI 証券では信用売りの手数料っていうのは無料になってるみたいで。すごいよね。すごい。手数料で優待が生まれてくるっていうね。無から有が生まれてるじゃんっていう、錬金術。錬金術師。金を作ろうって世界的に思ってたんだけど、金を作り出すことはできなかった。でも優待は生み出すことはできる。優待錬金術師はたくさんこの日本にはいるみたいだね。なんでこの銘柄を選んだか。これを見て気づく人っていうのは僕のチャンネルの常連さんだ。そう、信用売りが異常に高い。機関投資家なら空売りとして緑のゲージに表示されるんだけど、機関投資家より個人の影響が高い銘柄。まあ、めちゃくちゃ、時価総額もね、1035億円なんで、超大型じゃなくて中型だから、個人の影響がすごく大きく出る銘柄なんだよね。もうね、200株とかも紹介、100株、時価総額が100億円以下の銘柄をなんかこう、優待銘柄、割安銘柄で紹介するチャンネルって僕結構ね、はって思っちゃうけどね、再現性ないわって。機関投資家はね、参入してないような状態で、どちらかというと、個人で株価が形成されているから、そうすると集団心理に従い株価が連動する展開となるんですよね。これがチャット GPT 人工 AI でも同じ意見になった。鋭いねって言われたんだよ。鋭い。なんか機械に褒められるけど、公平なロボットにね、評価されるとは僕は嬉しいね。なんならこれ信用買いも異常に高い。これが何を意味するのか。そうなんだよね。クロス優待取引。僕のコミュニティメンバーにも、毎週金曜日やってて質問したんだけど、答えることができて、さすがね、1億円資産持ってるだけあって、すごいなって思った。さすが。売りと買いを同時に仕掛けているし、利益確定まで、返済しないっていうのが分かってるので、これを利用して儲け受けていきたいところ。まあ、これはね、あまり話したくはないけど、再生回数1万いってないし、まあ、その有名な銘柄、チャンネルじゃないから、まあいいかって、誰かに見られることを別に、想定っていうかな、目的とはしていないからね、利益できて出ればいいなって。お米の価格高騰と株主優待のインパクト、現在株主優待、日本国内でお米の高騰が続いていて、で、Amazon だったら、まあ5キロあたり5280円という高値を記録している。一方で、高い引っ越しセンターっていうと、県産一目惚れ5キロのやつが2000円という扱いであって、優待としての価値っていうのが相対的に上昇している。だから利回りが、総合優待利回りが485とか書いてあったけど、これだ5000円いくらって言ったらもう普通に5、6% になるよね。しかも今回100株で手に入れられるからね。投資家のメリットを価格が上昇した。それは優待の実質価値の上昇ということ。だから、5000円の所得があったとしても、これお金じゃないから、申告しなくていいよねっていうような状況になって、節税大好きな事業者とか優待投資家にとっては、格好の餌食となったっていうわけだよね。配当プラス優待利回りが5% ぐらいあるし、長期優待の的に魅力だし、ずっと持っていこうという人もいて、そうすると手放す人がいなくなるということで、株価っていうのは上昇していくのではと思うんだけどね。まあ、この状況だけを見るとね。ただ僕としては、この後も話すけど、下げトレンドにはまだ達していないんだよね。それだけ強烈な
力があるとも思えないし、まあとにかくこう、お米欲しさに株価が上昇する、経験したことない面白い事例となった。投資家心理と売買の動向、中がどんな感じでみんなどういう思ってるのか、機関投資家の参入はないのかとか、株価に影響を与える要因、機関投資家は参入していない。通常機関投資家の空売りっていうのは緑のゲージ、空売りの比率の公式データっていうのに表示されるけど、この銘柄は個人投資家の信用取引による影響がめちゃくちゃ大きい。ほら見てください。機関投資家の緑のやつがすごい可愛く見えちゃうね。ちっちゃい。個人投資家こんなに大きかったんだ。そりゃそうだよね。時価総額が1045億円だから。個人投資家の集団心理による株価の連動。信用買いが異常に高いっていうこと。これは強気な投資家が多いっていうの。あとは信用売りも異常に高いっていう。これはクロス優待をする人が多いってことだよね。これだってほら、信用買いと信用売りこれセットで増えてるんだよね。で、優待がもう3月目前に迫ってきてる。配当も高い。で、なんだったらその期間設定もないからね。長期優待じゃなくて、その一瞬だけで短い期間で持つと逆皮膚っていうのも抱えにくいっていうのかな。優待を実施する銘柄っていうのは対策をすべきなんだろうな。マクドナルドの1年以上の保有みたいな。まあ僕たちからすると別になくていいっていうか、これ錬金術、そのうち塞がれるけどね。売買の動向、ポイントとして信用買いが増加しているため、短期的な押し目買いを狙う個人投資家が増えてきているっていうのがこの実績でわかる。信用売りも増えてるけど、機関投資家の影響っていうのは別に参入しないから限定的であって、個人投資家が誘導して主導の可能性が高いっていうかな、主導している。空売りの比率 17% っていうのはめちゃくちゃ低い。機関投資家の大型のポジションはなくて、個人の売買の動向が価格の変動を打っている。集団の心理。OK の株価、機関投資家によって支配されているのとは対照的に、時価総額がこれ今回は、ちょっと小さめのために、こう、個人の、欲しさのために殺到していて、ちょっとこれは値段が読めないぞということなんでしょうかね。参入していない。機関投資家が。本当にね、こう、株価の分析っていうのは、お笑いの漫才、エンタの神様を見てるみたいですごく面白いです。こういう人がね、将来成功していくんだろうなって、ここ変態すぎてこいつキモいわっていう人いるよね。僕でもなんかこう、株の何言ってるかわかんないみたいな人いるんで。いや、まあね。はい。直近の出来高20万3700株。これは5日の平均の17万株よりは増加傾向にあって、市場の関心が高まっている。まあ、ただクロス優待で水増しされたような感じでもあるけどね。だから、相対的に将来的には下がるんだよ。3月6、7に株価が上昇して2448円になったのは、買い注文の集中によるもの。これは明白。クロス優待取引っていうのは、信用買いができる人限定の話であって、僕だって普段、信用買い、高い技術っていうのが必要なんだから、現物だけでエントリーする人が多いですよね。だから NISA でこれ買ったっていう人もここめちゃくちゃ多いんじゃないのかなって。お米ということもあって、長期で保有する株の下支えにもなる。分析のポイントとしては、空売りの比率が急増すると、増えるとね、買い戻しのタイミングで株価が上昇しているっていうタイミング状況だね、今は。現在は個人投資家の動きが支配的であって心理的な影響が大きい。だからその業績がいい悪いというよりお米なんだよね。もっと欲しい、あれも欲しい、もっと儲けたいっていう人間の心理が実際に株価の動きに大きく影響を与えるっていうのは間違いない。特に引っ越しの境っていうのはここ大事なんだよね。個人投資家の影響が強いから機関投資家のコントロールする銘柄と比べて人間の欲望がストレートに反映されやすいっていうのがすごくここは大事なところ。真髄株価を見極めるために。ここが大事。優待の人気需要が集中する。お米が高い。じゃあ優待でお米をもらえる株を買おう。お米は買わないで株は買おう。っていう動きは完全に人間の欲望から生まれるもの。これはね、ドーパミンっていうかな。将来の報酬に対して興奮しちゃうんだよね。こういう風にできている。じゃないと人間っていうのは1年先のお米のために頑張れないんだよね。稲から育てられない。それを我慢できる人間が生き残ってから将来これ持ってたらお米もらえるんだということで持ちたくなってしまうということが起きている。だからこそ欲しい人が多くなればなるほど株価が上がるっていうシンプルな構造が成り立つ。
集団の心理、みんなが上がると思うと買いが殺到する。今買わなきゃ損するかも、という風なのがもうこれ見てわかるね。という焦り。Fear of Missing Out 発生すると一気に買い圧力が増える。これがブレイクアウト。平行線を越えた瞬間に爆上げを生む要因となる。売る人が少ない。需給バランスが崩れて急落する。優待クロス取引をしている人たちっていうのは、権利確定日まで売らないという性質がある。じゃないと意味ないからね。つまり、株を売る人が少ない状況にあるから、ちょっとした買い注文でも株価っていうのは上がりやすい状況にはなってる。高い引っ越しセンターの不動株と株価急騰の仕組み。あなたの視点は非常に鋭い。この時にね、ちょっと会話してる時にね、褒められたんですよね。嬉しいな。この銘柄の特性を考えると、お米欲しさに買いが集中した。不動株が少ないんですよね。これ見ると。8.7%。そうすると、不動株が少ないため、需給バランスが崩れて株価が急騰する。で、一方で少ないから、権利落ち後に手放されて急落という流れが見えてくる。不動株が少ないことの影響。これは 8.7% 発行株式のうち、市場で実際に流通している株が少ない。つまり、売りたい、買いたいと思っても流通が少ないために、ちょっとした注文でも上下しやすい。ボラティリティが高くなりがちなんだよね。特定株の比率 71%。これすごく高いな。経営陣や大株主の持ち株が固定されて、基本的に市場で売買されにくい。別に、絶対に売らないっていうわけじゃないけど、これだけ高い。大きな影響力があるから、頻繁に売り買いできないという法律があってね、6ヶ月以上は保有しないといけない。だからほとんどは無視していい。大量株保有変動報告書とか、そういうのがあるけど、もちろん僕もそこは見てる。でも直近1年でめちゃくちゃ、一件もそういうのがなかったから、無視していい。流動性が低いことのリスクっていうのは、急騰した後に売り注文が増えると急落しやすいっていうこと。いわゆるボラティリティ高い銘柄になりやすい。シナリオとしては、3月の権利確定に向けて優待クロス取引や個人投資家の買いが集中している状況。3月の権利確定日が近づくと優待目的で買う人が増えていた。でも、不動株が少ないから、やっぱりちょっとの買いの注文でも、全ての人がクロス取引じゃなくて現物で買うっていう、その分の人たちで買い注文、株価が上がりやすくなった。だから3月権利確定前に需給が逼迫して株価が上昇するという流れが生まれやすい。ちょっと僕はね、そこは参入しづらいよね。それで株価が2500円突破するかっていうと、僕は結構そこ心配するパターンであまり見込んでいない。それなんだってか、権利落ち後の手のひら返し、お米欲しさに買った人っていうのは、やっぱり別に愛着ないしすぐ売っちゃうし、利益確定後一斉に売っちゃうんだよね。で、出来高も減少して、そうすると、ね、売り税が増えていくわけだから、もうこの値段でも売っちゃえみたいな人が増えちゃう。だから下落のリスクっていうのは非常に高い。信用売りで儲けやすいって僕は思うんだよね。その理由は、信用売りのリスクっていうのを踏み上げ、買い戻し圧力による株価の上昇。でも、権利落ち後っていうのはむしろ売り税がめっちゃ多くなってくるから、暴力だと思うよ、この上がった分。で、信用売りのリスクが小さくてね、利益を出しやすい。だってこれ、売るっていうのが分かってるからね。個人投資家によって株価が支配されていて、また機関投資家で用済みとなった株っていうのは、売って手仕舞いするっていうクロス優待を見て、この割合、こいつらみんな売って抜けるっていうのをもう分かってるので、半年後はもう絶対に持てないので、逆皮膚とか手数料すごく高くなるから、最適な投資の戦略として、短期のトレードとしては、3月権利確定前、2500円超えを狙って利益確定するっていうけど、もう2500円越しちゃうんじゃないのかな。だいたい連日相場で弾かれて下がるのかなとも思うけど、ちょっと3月お米騒動っていうこともあって、2600とか行くかもしれないけどね。僕は下げにかける。お米欲しさの買いが加速することによって上昇っていうのが有効かな。権利をだと一気にこの2200円まで下がるっては予想している。僕も妥当な見解だと思うね。信用売りで手のひら返しを利用して利益を狙っていこう。結論としては、不動株が少ないからこそ、優待目的の買いが株価をふっと上昇させた。権利確定後は一方的に売りが出るため、急落の可能性が、そういうシナリオ、よっぽどそうだよね。短期での買い、権利落ち後の下落を狙って信用売りをして利益を稼ぐのがお米どころじゃない利益が出るのかなっ
。別にクロスで優待して、優待ももらうし、そっから売りを追加すればね、全然それでも儲けて、優待の配当もお米も、そして信用売りの権利厚も両方ゲットするっていうのはまあできるけど、まあそこまでちょっと器用なことできるかな。まあ僕の分析見て買うっていう人もいるよね。はい。相場の影響が減算されるか加算されるかについては、ほら、どっちつかずの K で話したニュートラルの状況だから、まあ以下省略できるね。はい。投資戦略、アルゴリズムの注文。ここが大事っていうかな。もうここだけ見たいって人もいるのかな。クロス優待で売りと買いを同時に行うため、優待だけ欲しい人っていうのはまあここまでなんだけどね。優待分をクロス取引で確保するんだったら次に狙うんだったら、権利落ち後の売り圧力を利用した信用売りという戦略になる。これからは権利落ち後に需要が悪化して株価が下がるのはもう明白。だから信用売りでエントリーして利益を出す僕のメモ帳としてね、記録だけは残しておく。別にみんなで売りましょうとかはね、言ってない。信用売りは経験ない視聴者層が多くて、信用売りをしないのにを見る投資を初心者っていうのが多くて、取り上げないチャンネルがすごく多いよね。僕の記録なんで、もう初心者を置き去りにする。バカ相手にするの僕嫌いだし。わかる？僕もバカになっちゃいそうな感じする。バカは伝染する。信用売りのタイミング。いつ売りを始めるか。もうここが大事。逆差し値を活用して、下落の勢いがついたタイミングでエントリーする。サポートラインは2300円付近を狙いながら短期で利益確定。出来高が減少し始めたら、手仕舞い。出来高が減少するっていうことは人気がなくなるっていうことだから、もっと株価下がるんじゃないかって一瞬僕は思ったんだけど、チャット T と相談して、確かにねっていう、権利落ち後にハゲタカがいる存在があって、チャートトレンドが曖昧になるんだよね。出来高の内訳を見ると、売り体勢で、直近はね、で、一旦出来高が下がってしまうと、もうそろそろ2200円まで下がったんだから、優待と配当相当なもんだよねっていうのも一理あるしね、それで買い集めてくる人もいて、そうすると妨げになるんだよね、売りの。だいたいその2200、サポートラインの2300まで下がったら十分な利益出てるから、十分そこで撤退してもいいんじゃないのって僕も思った。逆差しのエントリーポイント。どこでエントリーしますかね、みんなは。2250円が強いレジスタンスとなるであろう。ここを上抜けしない限り反発する可能性が高い。優待の効果で上昇はして抜けるっていうことも想定はするけど、所詮下げトレンドの真っ最中。上昇にかけるのは、上昇にね、何百株かけるっていうのは再現性にかけるっていうかな。ちょっとパチンコの発想に近いよね、そういう人って。都合がいい発想だよねっていう。2400円割れが売りのサインだよね。と、僕の相違ですね。ほら、ここの長期線のラインが今2400円だから、やっぱここを下がると、ね、貸しする人はね、やっぱりダメかーって思って売っちゃう。なんだったら、僕みたいに信用売りしてくるやつがいるから、短期勢の損切りが巻き込まれて、一気に下がってくる。で、逆差し値で2395円あたりでエントリーすると、下落の勢いに乗れる。信用買いの投げ売りを利用する。今は信用買いの残りが積み上がってる状態で今の株価はなんとなく形成してるけど、別にね、これ業績買いとか関係なく、ただお米欲しいからっていうのがすごい見えっていうかな。出来高、内訳見てもあるじゃんね。書いてあるじゃんね。お米欲しいに見えてきちゃう僕は。もしその信用買いの投げ売り損切りっていうのが始まれば、下落のスピードっていうのはえげつないものになる。逆差し値を使ってすれば、投げ売りの流れにね、うまく乗れる。利益確定のタイミングは2300円。そうだね。それだけでもう100円の値幅があるわけだから、1万円でしょ？ 100株あたり、1、2、3、400株エントリーすれば4万円になるから。すごいよね。夢がある話だ。結論、逆差し値を2395円以下に設定して下落の勢いに乗る。2300円付近で利益確定して、さらに下がるんだったら2250円を狙うって書いてあるけど、アルゴリズムでいいかな。出来高が減少し始めたら無理せず利益確定。これはずっとモニター見てることができるんだったらね。で、権利落ちの売り圧力
だから、3月の28日だったっけ、まあ、そこら辺ぐらいの権利落ちにエントリーするとよっぽど、儲かるよね。で、今回は、そう、2400円っていうのは節目だから、そこで売ることで、騙しっていうのは回避する。すぐ売ってもいいかもしれないけど、そうすると、心理的に大きく食うんだよね。こう、揺さぶってくるやつがいるから。損切りラインは、ここ面白いんだけどね、105% 増えてるじゃんって思うけど、これ、下の方向だからね。下の方向。間違えないように。で、このね、ここで2395円で買っても、2500円上がったら予想外のことが起こってるから、一時撤退で、まあ、分析のし直しが必要。過去のチャートを見ても、2500円を超えると一気に上昇しやすいっていうのがあったから、下げトレンドだけどね。ここまでの損切りの設定のは適切かな。リスクの管理として、もし上昇したらっていう最悪のシナリオを考えて、損する覚悟ができたら投資をするっていうのが投資家なんだよね。ね。自分が株の勉強する。でも、2000円の本も買うのも嫌だなとか言うだったら、もう投資に向いてないんだよね、そいつ。このコミュニティでもね、5000円お金出さないで、こう、上がる銘柄教えてくださいというコメント。いやー、話さないわ、じゃあ話すわけないじゃんって。なんだろう、その5000円出す気も惜しい。で、他、イラッとする。利益確定のターゲットかな。ここは2323円で一旦半分くらい利確して、で、その後はアルゴリズムで注文して、このトレース幅 2.88% を上昇すれば、利益確定&損切りをやる。ちょっと少なくなるかもしれないけど、勢いがあるからな、どうなんでしょう。ということで、半分に分けていく。少なくても利益はこう出るんだよね。この200株分は。まあ、この先の株価は予想できない。方向はわかるけどね。はい。注文ポジションの確認。これは、まあ、クロス取引用だったら、現物と信用の売りで200株。クロス用で200ってことね。で、差し値注文、普通の注文が100。で、アルゴリズム注文が100。なんかいっぱい買うね。結論。非常にバランスの取れた戦略。2395円で逆差し値の売り。これは勢いに乗るとき。これはテスラさんの手法でもあるんだよね。こう、差し値注文にすると相場が弱くなっているときにエントリーするわけでは、それは負けていくんだよね、どんどん。2510円で損切り。これはリスク管理を徹底する。2325円、23円で一部利益確定して2250円まで利益を伸ばす。アルゴリズム設定。トレーディングストップを活用してさらに利益を確保する。クロス取引も組み込んでリスクヘッジ。この戦略だったら短期的なトレードと優待クロスの取引両方を活用しつつリスクを最小限に抑えながら利益を狙える。すごいね。もうベタ褒めじゃん。ちょっと視聴者へのメッセージ。僕の考えを話すよ。VTuber 業界についてどう思ってるか話してみる。正直、同族の VTuber っていうのは僕は好きじゃないというか、大っ嫌いなんだよね。なんでかっていうと、彼らが狙っているターゲット層っていうのは、まさにその稼ぎ時の社会人男性、いい年した社会人なんだけど、本来だったらそういう人たちっていうのは日本経済を回したり、異性とデートしたり、旅行して食べ物を食べて、美味しい娯楽をね、使って、服買って、靴買ってみたいな、家族や友達との時間にお金を使う、日本を幸せにするために使う時間なんだけど、はずだったのに、そういう将来のための投資をせずに、YouTuber コンテンツに時間とお金を費やしてしまっているっていうね。だからホロライブとか、そういう可愛い女の子が一人勝ちしちゃってるっていう状況なんだよね。言ってしまえば目の前の娯楽に全てを投げ打って、結局何も得られない彼女になるわけでもないのに消費され続けている。まるでパチンコとか宝くじの報酬系のドーパミンに脳をやられてしまっている薬物中毒者と変わんないんですよね。本当にめっちゃ金持ってるし、家族もあって子供もいて、会社も経営して、ついでに VTuber もやってるよって言うんだったらいい趣味だねっていう、たしなむ程度って言えるけどね。現在はそのビジネスっていうのはうまく回っているけど、長期的に見るとどう思う？結局のところ次の世代に繋がれないビジネスなんだよね。だって V に夢中になっている人たちが結婚して子供を産むかって言われたら、いや暇だからそれ見てるんだよねって。YouTuber とか全ての時間、お金を投げ打って子供がいる、彼女いないからだよねっていう。そうすると次の世代の消費が育たない。日本の少子高齢化がさらに進んでしまって、僕が危機感を抱いているなって。なんだかんだ言って僕のコミュニ
ティの人たちとか、僕を見ている応援している人たちっていうのは、やっぱこう、成功して、子孫繁栄してほしい、金持ちになってほしいって僕は思っているんで、日本はどうなるとか、そんな大したことはないけど、コミュニティ僕の身の回りの友達くらいは幸せにすることはできるでしょうって思ってるんで、業界全体がこんな VTuber、日本全体が衰退していくっていうのは目に見えてしまってるんだよね。本当に頭がいい人を持っている人っていうのは、VTuber 業界にかもられる側にはならない。むしろ搾取する側に回っていくよねっていう地主とかね、権利、マンション、アパート経営、不動産やってる人とか、結局その、可愛いから人気とか、ただゲームを実況するだけで再生される。僕が言うんだったら、株のチャンネルで決算仕様とかニュースを読んでるだけでめちゃくちゃ再生されているって全くこいつ意味わからんなっていう、ムカつくし、嫉妬するし、納得いかないんだよ。本当に成功するのは努力した人。僕自身活動をゼロから始めて、別に可愛い声じゃないし、枕営業とか何それって思うし、努力してチャンネルを成長させてきて、投資の知識をつけて資産を作ってきて、叩き上げのね、もう兵士、軍隊なんだよね。そんな結果、今、その結果、お金と知性の両方を持っている人たちと繋がることができるし、僕も自身も頭いいなと思ってる。そして、付き合う友達で人生決まるんだよね。お金持ちの人が集まるコミュニティでは、不動産、僕のコミュニティが不動産株式運用、節税、そういう話が飛び交っている。僕もそういう話を聞いて実践するうちに、知識じゃなくて実践するスキルに身についていくんだよね。本を読んだから、知ってるだけじゃ全然役に立たない。本当に役に立つものが知識、スキルなんだよ。僕のコミュニティに入る意味、もしお金持ちになりたい、でも周りとの価値観が合わないって思ってる人がいたら、僕のコミュニティに入ると変わる。そこには、ね、すでにお金持ち側の思考を持った人たちが集まっているから、ちなみに今は10人のうち5人が参加していて、あと5人だけ枠があります。10人以上になったらまた戦略を考えます。制限するのか、値段を上げるのか。ということで今日はこの辺で終わり。遊びも仕事も全力でやっていこう。また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。